まい。めちゃめちゃうまい。一日が終わり、人々が眠りにつく頃、おいらの一日は始まる。YouTube を足がかりに好きなことで生きていく。人は無職の TK って言ってるよ。できることなら外に出ないってのがおいらのライフスタイルさ。仕事をしろって今探しているところだよ。この番組はアケホストさん、アーミさん、KM さん、イモケンピさん、ヨッシーさんと TKZ の皆さんの提供でお送りします。おはようございます。無職の TK です。仕事はまだ見つからない。YouTube から月1万円ほどの収入があるから気持ちは YouTuber。 前回までの話はこちら。そう、無職のおっさんなのに妻が妊娠した。最近は不妊治療をされている方の YouTube だったり、日本人男性の精子の量も質も良くないってニュースを見ていたので、おそらくおいらもそうだと思って不安になっていたら、タイミングが良かったのか一発でできてしまった。いや授かることができたのだ。神様に感謝。現在妊娠4週目。日本にいるおいらの親兄弟も祝福してくれた。問題は40歳無職のおっさんがパパになることだ。この餌全然食べない。さらにまだ妻のご両親にも直接会ってご挨拶してもいないのに先に子供を授かってしまった。絶対殴られるよね。それも8つ年上の無職のおっさんだ。おい、こんなまずい飯食べられないのだ。妻は毎日つわりで体調が悪そうだ。改めまして TKZ の皆さん、おはようございます。無職の TK です。妻が妊娠しました。そしてこれから訪れる大きな3つの問題について報告したいと思います。1、保険。 Google で検索した感じだと、アメリカで無保険で出産となると300万円くらいかかるかもしれません。絶望します。数日間地獄をさまよいながら日系ソーシャルサービスに問い合わせたところ、その問題はなんとかなりそうです。次にアパートの問題。順調にいけば年末には赤ちゃんが生まれます。そうなると現在住んでいるマンハッタンのワンルームアパートではさすがに生活できそうにないので引っ越しを考えている。ニューヨークは家賃が高くて、これまた絶望します。最後に生活費。これは無職の TK と妊婦の妻の生活になるので、地獄の生活になることを覚悟です。今週は無責任なおっさんへのお叱りのコメントが殺到することでしょう。最悪日本に帰って出産することも視野に入れております。妻はおいらの YouTube でおむつやミルクくらい買えるようになってほしいと神に祈るばかりです。
チャンネル登録よろしくお願いします。逃げろ。昨夜の夫婦喧嘩のせいか、つわりのせいか、まだ妻が起きてこない。夫婦喧嘩の次の朝、妻が喜ぶのはどっち？B のサンドイッチを買ってくる。これから妻が寝ている間に洗濯物をドロップオフして、ついでにサンドイッチを買ってきます。オンラインで注文しておいたサンドイッチをピックアップして家に帰る。妻が起きているといいな。ただいま。よほどつわりがひどいのか機嫌が悪いのか、妻はまだ眠っているようだ。先日東京で働くバリキャリの妹からこんな LINE が来た。子供ができたら YouTube とか自虐的な内容は消した方がいいと思うよ。おいらのチャンネルはネガティブだから子供に悪影響らしい。確かに子供が大きくなった時に親が無職とかうつとか絶望ばかりしていたら悪影響かもしれない。デリでピックアップしてきたサンドイッチをいただきます。すごくまずい。やっぱりおいらは妻のサンドイッチが大好きだ。食べたら眠くなったので二度寝する。ようやく妻が起きたようだ。もしお腹が空いていたらテーブルにサンドイッチがあるから食べてね。おいらは夫婦喧嘩がなかったことのように家事をこなす。強い父親像を見せつけるのだ。ニューヨークにも春が訪れたようなので冬服をしまっていく。ワンルームのアパートではクローゼットに限りがあるので真空パックに入れて押し入れにしまう。eBay でバッグが売れたのでこれから郵便局へ行く。小腹が空いたので帰りにデリでケーキを買っていく。すごく天気がいいな。これからはつわりとか子育てでますます引きこもり生活になると思う。これから3時のおやつにする。おいらはエスプレッソマシンが使えないのでネスプレッソでコーヒーを入れていく。濃いめのコーヒーが好きなので氷をステンレスのものにした。そっと入れないとグラスを壊すので注意が必要だ。
今日のおやつはティラミス味のケーキ。一つしか買ってきていないので、一口二口妻にシェアして残りをいただきます。Amazon の読み放題で日本のファッション誌を読むと発見がある。めちゃめちゃ遅れている YouTube の編集に取り掛かる。妻の体調が回復したので、これから夕食の買い出しに出かける。バスに乗ってミッドタウンにあるジャパニーズグロッサリー片桐へ向かう。片桐に着いた。今夜は何にしようか。人多いな。今夜はサイドに餃子を食べよう。1個入れた。こんにちは。しました。ありがとうございます。ありがとうございます。帰りは電車で帰る。無事に家に着いた。円安が進みますが、これからジャパニーズグロッサリーで買ってきたものを見てみる。アイスクリーム3種類ね。お腹しいたけ、大福餅、日本の系のパン、今度は一人の時食べるとわりそば、ネギ。でもネギ緑が全然ね。豚肉、パン粉、ラーメン替え玉、アナザーラーメン替え玉、餃子、メンマ、餅。お待たせしました。妻の体調が回復したので夕食を作っていく。今日は何を作るんだろう。まずは長ネギの外側の皮を剥ぐ。長ネギをみじん切りにしていく。まずは1度目の切り込みを入れていく。180度回転させて2度目の切り込みを入れていく。そして普通にみじん切りにしていく。つわりの妻を一人で台所に立たせられないとウルトラの母がやってきた。やることはたまった皿洗いだ。味付けに使うめんつゆや醤油をボウルに入れていく。まずは豚バラ肉を炒めていく。鍋に焦げつかないように手際よく炒める。続いて先ほどみじん切りにしておいた長ネギと椎茸を入れる。そこに先ほど作っておいた醤油ベースのソースを入れる。それを煮込んでいく。サイドディッシュの餃子が焼けた。激うまつけ麺の完成。しっかりと魚粉を麺の上にかける。東京では麺屋武蔵と安兵衛のつけ麺をよく食べていた。果たしてどうでしょうか。
大丈夫？うまい。めちゃめちゃうまい。ニューヨークナンバーワンつけ麺。ちゃんと韓国の店から太いポークベリー買ってきて。美味しかった。ごちそうさま。おいらたちは美味しいものを食べた後で申し訳ないけど、猫に不人気の餌をあげる。今度こそうまい飯持ってきたよな。なんじゃこりゃ。まずい。ボンボンには悪いけど、おいらたちだけ美味しいの食べちゃいます。ごめんなさい。妊婦の特権です。アイスを食べた後、妻はまたすぐに眠りについた。みんなが寝静まる頃、おいらの一日は始まる。今日も遅くなりそうだ。ある程度進んだので寝る準備をしよう。ローリングヘアドライクラッシャー。本日もご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TKZ。また金曜日にお会いしましょう。来週の無職の TK は妻のつわりがひどくてやばすぎる TK 何もできない。この番組はアケホストさん、アーミさん、KM さん、イモケンピさん、ヨッシーさんと TKZ の皆さんの提供でお送りしました。それではまた来週金曜日の夜7時に見てくれるかな。おやすみなさい。仕事が欲しい